さあ早速今回の企画に行きましょう。今回の企画は論理力をアップせよ INI 裁判。普段からメンバー同士で抱えているモヤモヤや物申したいことを今日はすっきりさせて今後の活動に生かしていこうという企画でございます。ということで MC は、法学部出身の僕高塚弘馬が務めさせていただきます。適任本物だ。よろしくお願いします。静粛に静粛に静粛に。では簡単に今回の裁判のルールをご説明します。はい。そして一番大事なことですが、これはあくまでもバラエティーですので、この企画以降このことを引きずったり仲が悪くなったりするのは禁止です。いいですね。何言うか裁判なのでしょうがないです。それでは早速やっていきましょう。まず最初の告訴人はリヒト。おい、リヒトです。リヒトが物申したい人は誰ですか？僕が物申したいのは佐野雄大被告。おかしいだろ。僕が来てください。あなたに物申したいことがあります。ではリヒトの弁論タイムスタート。佐野雄大、いきなりお前はケータリングを持ち帰りすぎだ。どういうことだ。なんで知っているんだ。いつもねイベントとかで用意してくださる、ケータリングをね、あなたはこんぐらい大きいの2個も抱えて持って帰ってるでしょ。こんなみっともない。面白いけどさ、こんなね面白いっつって俺も動画撮るよ。でもさ食べてないでしょあんた。それ持って帰ってコレクションしてるでしょあんた。終了。なんだかいい戦いになってきた。これを受けて雄大の弁論タイムですね。次はスタート。黙秘もします。負けるぞ。負けるぞ負けるぞお前。黙秘すんだって。そんなおかしいだろ。ケータリングというものの概念を決め忘れている。ケータリングとはな、僕たちが幸せに暮らすためにスタッフさんが用意してくれたものである。それをな、あんなにたんまり皆は食べずに残して誰が喜ぶ。あのお菓子の行方を知っているか君は。僕が満パン持って帰らなかったらどうなる。地球の未来を君は考えたことある。食の問題が起きているだろうな。フードロス。あんだけ言った INI があんなに残して。そらおかしいだろ。僕は間違った行動は取ったとは思わない。1ミリもな。終了。すごい。戦いになってきた。はい、それでは今の双方の主張を聞いて今の段階で有罪か無罪どちらだと思うかを、はい、みんなに決めていただきたいと思います。せーの。はい。有罪だと思ったフェンファン。持ち帰ることは有罪だと思いませんが、そのスピードが速すぎる。スピード。僕が昨日ね、あんだけ頑張って最後まで残って働いてたのに冷蔵庫を開いたら何も残ってませんでした。うわ、そういうことだ。その怒りは1日経った今でも忘れないので。昨日から1年。時系列がおかしいな。時系列がおかしい。まあこの辺にして静粛に。はい。続いて無罪だと思ったジン。ありがたいですよね。フードロスありがとうございます。賢い選択をした。僕もよく入浴剤持ち帰るので。それではここからはお互いの主張、裁判員の判定を受けて反論などがあれば自由に討論してください。スタート。裁判長、異議あり。昨日の話だったかな。ベンファン君。はい。昨日最後の仕事をしていたのは僕だ。そうなのか。
ここで新たな証拠を提出したいです。認めます。確かに私はケータリングの袋たくさん満帆、さらにもう一つ言うとリュックまでパンパンにして持って帰ります。これは認めます。ですが僕が持って帰らない日もあります。にもかかわらずケータリングがすっからかんの回があります。その心は他にも持って帰っているやつがいます。僕より持って帰っている者がいます。新たな犯人がいるのか。新たな犯人をここで告訴したいと思います。自分の罪認めることになるんですね。じゃあそれはもう有罪ってことですよ。やってることは。いいえ、まずは聞いてください。まずは聞いてください。まずはおい有罪。まずは聞いてください。有罪。あの有罪、まずあの有罪。こんなビニール袋2つも持って帰って、それがもしファンに見られたらどうしますか。あら、あの子たちあんなにケータリング持って帰ってちゃんとお給料もらってないかもしれない。心配。みっともない。みっともな面白い意義あり。君は今みっともないと言ったね。こんなにパンパンで持って帰ってみっともないと言ったね。僕と同じシルエットで帰っている者がいる。満パン持って帰って君は今背を向けたね。そこの君だ。池崎氏、君は僕より早い段階でビニール袋満パンに詰めたものをリュックに詰め込み、そして誰からもケータリングを持って帰っている。頼むな。見えないように僕より持って帰っているだろう。こんなのは聞いてはいけない。目撃者だっているんだよなあ。松田君、松田君、ここのマンネラインは3人で満パン持って帰っているよな。なあ、ジンはジュースを担当し、リヒトはお菓子を担当し、僕は長持ちするカップラーメンを持って帰る。こんなやつの話を聞くな。なあ、役割分担をしているはずだ。なのに君は一人だけ抜け書きをしようとしている。これは一体どういう仕打ちか。こんなやつの話を聞いてはいけない。なんか変なこと言ってますけど、みっともないっていう証拠の動画があります。これが証拠だ。あるんだ。立派に。ほんまにやめろ。お菓子も持って帰ってますね。めちゃくちゃみっともない顔して。デタラメだ。デタラメじゃない。デタラメだ。証拠だ。捏造でこれは。はい、終了。証拠の映像も揃ったということで、まずは裁判員のみんなの意見からです。せーの。判定を変えた人はいらっしゃいますか。先ほどと。はい。じゃあ匠、変えた理由は何でしょうか。悪いやつに見えてきました。そうだ。やっぱ証拠映像完全にこう罪の意識ある顔をしてますよね。間違いない。罪の自覚があってやってることを。何やってんだお前は。それでは判決を言い渡します。どっちだ。裁判長にかかってる。ヒロムにかかってる。はい。判決は無罪。無罪です。これ絶対黒や。映像は正しかったとは思うのですが、ケータリングを持って帰ることに関してはまあ本人の自由かなと。雄大の格が少し下がるだけであって僕たちに周りの人間に影響はないかなと思われるので無罪にさせていただきました。普通にディスられてます。はい、下がってるからな。それでは最後に仲直りの握手をお願いします。ちゃんと仲直りやねこれは。引きずっちゃダメだよ。続いての告訴人は西君が物申したい人は誰でしょうか。藤巻恭介。余裕そうこいつも。それでは、西君の弁論タイムです。スタート。彼はね、もう誰もが知るもう天使の歌声のような持ち主で、みんなからも愛されて、この見た目もイケメンであり、もう火の打ちどころがない。
完璧な人間、まさにこれぞアイドル。みんなはそう思ってる。お前もそう思ってるだろ。カメラに真実を見ろ。一番最初に会いましたケータリング持ち帰り事件、まだ可愛い方ですよ。ありがとうございます。僕が物申したいのはお弁当こだわりすぎ問題なんですよ。僕は見ました、この目で。弁当ケータリングありますよね、いっぱいで。透明なパックに包まれて焼肉弁当、みんな大好き。お肉入ってる。何したと思います彼は。積み上がってる弁当こう見て、なんと一番お肉がちょっと多そうな弁当を選んだんですよ。何ですかそんなの。おもろい。人としてそんなことしていいのか。このお肉がいっぱい入ってるの誰だって食べたいですよね。食べたい。食べたいそれは。終了。はい。これを受けて、はい京介の反論タイムです。スタート。いい度胸してんな。まず一つ、俺たちのお弁当争奪戦にはルールがあるよな。まず一つ、じゃんけんね、じゃんけんで決めるよね。ルールあるな。じゃんけん勝ったやつは好きなやつ取っていいよな。もう一つルールがある。誰かね 2,3 人いなかった場合、早い者勝ちというルールに変わるよな。その通りです。でそのルールの中に、じゃあじゃんけんに勝ったやつは何を選んでもいいよな。ということは別に同じ種類の中でも何を選んだって構わないじゃないか。確かに。もう一つのルールでも同様、別に早い者勝ちだとしても何を選んだっていいんだ。そうだろ。だからこれは罪ではない。帰ろうとしてる。それでは裁判員の皆さん、札を上げてください。せーの。お。それではまずじゃあ有罪のジン、はい、意見を聞かせてください。有罪です。お前何もないんだろう言うことが。それでは、無罪リヒト。はいリヒト、それ理由を聞かせてください。まあそうですね、被告人がおっしゃった通り、まあそのお弁当の中から、まあ、その具材の大きさとかを見定めるのはまあ個人の自由じゃないかなと聞いて思いました。こんだけお弁当に厳しかったじゃないかお前は。ケータリングに知り合いですか？ 10対1 10対1。それでは自由討論タイムスタート。頑張れ。これはね、まずどうよ。いや分かるよ、ルールは好きなお弁当選んでいい。でもそれはもうあくまでもこの種類とかね、種類があるからじゃんけんしてる。そこまで細部にこだわって、じゃあ例えばどうですか皆さん、一緒にご飯食べに行った先輩とか、ちょっとじゃあ大きい取ったらあーみっともない、情けない情け見苦しい、見苦しいよ。この俺がお弁当をこだわっている瞬間はですよ、この INI グループのお弁当争奪戦しかやりませんよ。さすがにね、友達とご飯食べに行ったりね、お弁当争奪戦の友達になったってそんなことはしません。でもこれね、やっぱりだからといって何でもかんでもやっていいことはないんですよ。親しい中にも礼儀ありじゃないですか。まあ先ほどもやっていただいたんですが、まずルールを守った上でやってるわけですよ。どうですか？ほら言ってみろ。恥ずかしいぞ恥ずかしいぞ恥ずかしいぞほら、今回の件なんですけど、多分それに気づいてる方ってほとんどいないと思うんですよ。ね、この中にも俺がそんなね細かいことをしてるって気づいてる方は多分少ないと思います。その中でも気づいてるこの方は同じ考えなんです結局。ね、確かに彼はね、違う、おい、だから俺は今言ってるんだよ、ここでみんなに。あんまり言いたくなかったけどみんなが気づいてないからこいつは
悪いやつだ。終了。怖いぞ怖いぞこいつは。それでは裁判員の皆さん札を上げてください。せーの。有罪がなんでおか判決を変えた田島くん、はい。意見を聞かせてください。2人いっぺんに牢屋に入れられるのはいい機会ですよね。あいつ追い出せ早くあんなわけのわかんないそれでは判決を言い渡します。判決言ったもん。頼むぞ裁判長。無罪です。どうやって育ってきたんだお前らは。確かに僕も西君の意見は少し共感する部分がありました。はい。ただし世の中には多数決という意見も有利になるという悲しい世の中でもあるかと思うので、ここは無罪かなと。ただし、モラルには、少し反している部分もあるかなと思うので、そこは、あなたも慎むようにそれでは最後に仲直りの握手をお願いします。平和だ。ちゃんとねお互いがねこれが INI の裏側だぞ。身の安全を気をつけて。俺の弁当が盗まれるよ。私は毎晩泣いています。僕にオリジナルのかっこいい T シャツを作ってくれるんですよね。いつになってるんですか。あなたはどっち？ヒロトの究極二択討論。はい、ということで、今回は僕西ロトがゲストメンバーと究極の二択質問でディベート対決をしていきます。まあでもね、勝者はカメラマンの今マッキーの独断と偏見で決めていただきます。はい。はい、まあひろとくん、そのディベートははい得意ですか？今日あなたに惨敗しましたけどまあね、でも嫌いじゃないです。だかはい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 らこうある物事に対してこう深く掘り下げるのが結構得意な方なのかな。ジャンルによってね。そうです。今日は本当にすみません。あれはね朝からすみません。はい。すみません。もうもうやめてください。もうやめてください。すみません。ね今回はしっかりやってくださ。はいい。頑張ります。ね、頑張ってください。はい。ということで今回のディベートゲストはこの方です。はい。いやいや西君、最悪だ。久しぶりだね。最悪だ。来たよこれはもう吸っちゃっていいのかな。失礼しますね。一番ディベートしづらい相手ちょかもしれっとね、ないですね、これね。強いというかちょっとやだ。はい。ちなみに雄大はディベートは得意ですか？得意か得意じゃないかはよくわかんないんですけども、あーディベートの方は比較的好きな方ではありますかね。腹立ちますね、これね。やだな、はい喋り方。じゃあ早速、始めていきたいと思うんですおっが、今回ディベートしてもらう究極の2択はいはいはい問題は、欲しいのはどっち？時間を止める能力か、思考を読む能力、この2択で、ディベートしていただきたいんですが、まあじゃあどっちでもいいですか？どっちでも勝てます？あ、なるほどね。ランダムで振り分けていいですか？じゃあひろとくん思考を読む、雄大時間を止める、これで、ディベート始めたいと思います。まあ約2分間くらいね。準備いいですか？はい。用意スタート。まあ、僕はね時間を止めるの方に1票入れたいなと思うんだ。まあ、その理由はね、あ、時間よ止まれと思った時、今まで生きてきて何回数えきれないよね。まあ、例えばで言うと何か時間に追われている時だったり、そういう時にもう時間がない、止まってほしいなってそう思った時ないかな。僕はたくさんあった。ただそれだけだ。僕はな、思考を読む能力だ。思考を読めるとな、みんなが何を考えているか分かる。つまりは自分が今この状況で何を求められているのかっていうのが分かるんだよ。そしたら時間に追われることもない。お取り乱したようだ。いい気がいい。やっぱりやっぱりはいやっぱりまあ人が考えていることで聞きたくもないことだってたくさんあるだろう。知りたくないことだって
それが現実なんだよ。お前はそれを現実受け入れなきゃダメなんだよ。そうじゃなくて成長していかないぞ。時間を止めて自分に甘がしてるんじゃダメだ。残り20秒。僕は今時間を止めたい。君の意見は聞きたくない。俺は今お前の思考を読めている。だろ。終了はい終了です。手応えどうですか？でも意外といいディベートできたんじゃないかな。僕結構時間派だったんですよ。はいはいはいだと思いました。そう本当だからあえて逆にしてみましたそうでもなんかその割にはちゃんと自分なりにいいディベートができたんじゃない。はいはい僕は全てを出し切った。いつでもそう後悔はない。あ、一つ言うならば今時間を止めて君ともっとこの時間過ごしたいな。気持ち悪いなカメラマンのマッキー、はい。勝者の判決をお願いしますこれちょっと難しいんですが勝者雄大雄大でしたね。やっぱり雄大は自分が時間を止めたいっていう意思がしっかり見えました。ヒルト君はちょっと時間止めんの羨ましい感が出てしまっていた、そこがちょっと敗因かなと。もっと出ちゃ振り切ってたかって攻めたらなるほどいね。けたんじゃないかなと。厳しい。惜しかったと思います。ちゃんと説明してくれてる。はいどうでした今回やってみて？厳正な判断ありがとう。気持ちがいいよ。多分俺に聞いてくれてたんだよ。黙れ。その雄大のそのキャラのマイナスポイントをプラスしたらヒロト君勝ちだったんですけどね。まあそこはなしにしてなしにしてくれたんだね。気持ち悪いポイントはちょっと引かずに、今回はディベートだけで判断させてもらいまし悔しい。た。はいまあちょっと頑張ります。もう一回ちょっとチャレンジします。はいはい。それじゃあ来週もお楽しみに。お楽しみに。もっと時間を止めようかな。